小町か。お兄ちゃんそんなとこでゴロゴロしてると風邪ひくよ。お兄ちゃん、はいこれ。もうサンキュー。だっつ。乾杯。おう、乾杯。あったまるよなこれ。だね、疲れた脳に染み渡るよ。あんま無理すんなよ。受験も迫ってるし、体壊す方がまずいからな。お兄ちゃんが現実突きつけた。現実といえば、今日は何月何日か知ってるか？あ、それだから。あ？俺はもうすぐバレンタインデーだって話を。だからそれ。今年は時間ないから似たようなもんあげる。いや、こういうんじゃなくてちゃんとしたチョコだな。とにかくチョコくれチョコ。小町からのチョコ略してコマチョコくれ。コマチョコって何？それにくれって言われてから出したらありがたみないでしょ。お兄ちゃん、それより小町お腹が空いて落ち着かないからコンビニ付き合って。まあいいけど。やっぱ外寒いね。そんで星すごい。少しは気が晴れたか？やっぱ一日一回は外に出ないとだね。気分転換もいいけど、風邪ひかないうちに帰ろうな。そこで買ったやつだけど、くれって言われたから。小町。本当は明日あたり用意しようと思ってたんだけど、先に言われちゃうし。いや、何度くれてもいいんだぞ。小町のチョコは1年に1度だけだから、ありがたがるように。ありがてえありがてえ。しかも気分転換と称してわざわざ買いに出てくれる粋な計らい。いや、本当に外出たかっただけだし、それ本当についでだから。でも小町以外にもそうやってわがまま言えるようになるといいんだけどね。こんな恥ずかしいことをお前以外に言えるか？ゴミーちゃんだな。でもね、冬休みのおかげで小町落ち着いて試験受けられそう。そうか。きっと大志くんのとこでもこんな会話してるね。かもな。春にはお兄ちゃん、法師部の先輩だね。いや、あるかどうかもわからないし、3年は部活引退してるかもしれないだろう。今度は俺が受験生だし、先のことなんて何もわからん。どうしてそういうこと言うかな。とにかく小町、高校で待ってるからな。ケイちゃんか。ケイカちゃん、久しぶり。久しぶり。由比ヶ浜さん、
もしかして忘れられているんじゃないかしら。忘れられてる。ケイちゃん、クリスマスの時に会ってるだろ。合ってるよ。私ユイだよ、ケイカちゃん。こっちはユキノ。ユキノ？ああ、ケイカがごめん。今日はどうも。いや、まあ頑張れ。今日よろしく。よろしくお願いします。ええ、よろしくね。それじゃあどんなお菓子を作りましょうか。ケイちゃん、どんなお菓子食べたい？ああ、私も知りたいな。おう、そうか。ごめん、この間家族でうなぎ食べて、それからすごく気に入ったみたいで。そう、うなぎ。そうなるとケイちゃん、でもそれお菓子じゃないぞ。そうケイカお菓子作る。チョコ。あ、普通にこの子でも作れるくらいの教えてほしい。ええ、それならトリュフチョコあたりかしら。ちょっと追加の材料を取ってくるわ。トリュフチョコか。私も作れるかな。お？じゃあケイカ頑張ってチョコ作るよ。できたらあげるね。おう、楽しみにしてるからな。姉さんじゃん。あ、うん。先輩、ちっちゃい子に人気あるんですね。意外です。ヒッキー、お兄ちゃんみたい。懐かれてるんだね。かわいいな。お兄ちゃんじゃない。あーちゃん、ケイカのパパになるんだから。パパ？ケイちゃん。メーハーちゃん。先輩、本当に懐かれてますね。正直不思議です。そうだね、そろそろかな。見てみよっか。よー、ケイちゃん。あ、引きがや。ケイちゃん、顔にチョコついてるぞ。そろそろ出来上がるとこだと思うから、ちょっと待ってて。おう。あ、平塚先生からの差し入れ置いとくぞ。わかった。葉山先輩、これ食べてみてください。
今足が。二人ともうまくできてるみたいだな。順番に食べさせてもらうよ。姉さん、いい加減戻ったら。ゆきのちゃん冷たいの。ゆきのちゃんは自分の作らなくていいの？もうすぐ時間終わっちゃうよ。ゆきの、やっぱ私に手がかかったから。いいえ、由比ヶ浜さんのせいではないわ。そうそう、ゆきのちゃんならガハマちゃんの面倒を見ながら軽く自分の作れるはずだよ。おー、海老名さんすっげー。こんなの作れんの？うん、すごいよ。美味しそう。ありがとう。戸塚くん、食べてみる？いいの？ありがとう。俺も。余ったらね。戸部くん、半分食べる？食べ。お、ケイちゃん上手だな。なかなかやる。食べてみて。じゃ、いただきます。お、うまい。子供向けにミルクチョコをベースにしたから味子供っぽいかもしれないけど。いや、ちょうど好みの味だな。もう一つもらっていいか？うん、あんたにあげたいみたいだから全部持ってってくれても。そうか。ケイちゃんありがとな。いたしまして。私が作ったのも混ざっちゃってるかもしんないけど。そうなのか。全然見分けがつかん。お前の妹すごいな。いや、お前に似て料理上手なのかもな。そうかな。いや、見た目も綺麗だし、マジでうまい。ちゃんにチョコあげたから、あーちゃんの嫁さん？ケイ君ごめん。こらケイちゃん。いや、大丈夫だから。ケイちゃん、チョコでお婿さん決めたらダメだぞ。だってチョコあげたらお嫁さんって保育園で言ってたもん。よし、ちゃんと上着着れたね。ケイちゃん、忘れ物ない？そうちゃんこそ大丈夫？大丈夫。今日は楽しかったね。ケカトリュフちゃんと作れたよね。うん、ケイちゃんとっても上手だったね。ご飯の後みんなで食べよっか。お、どうしたケイちゃん？なんか悪いね、最後まで。いや、駅まで送るか？いいよ、いつものことだし。あんたもやることあんでしょ？
あのさ、今日は本当にありがとう。いや、チョコうまかったぞ。ならよかった。ね、ケイちゃん。じゃあ、あーちゃんバイバイ。またね。気をつけて帰れよ。じゃあ行ってくるね。ああ、落ち着いてな。由比ヶ浜たちからも応援来てるぞ。おれ。小町ももらった。あとは大志くんからもさきさん応援してくれてるって。こういうの心強いよね。何度も言ったが、お前なら大丈夫だからうん。じゃあちょっと行ってくる。な。よし、行ってこい。よう。あんたも来てたんだ。家にいてもすることないしな。まあそうだよね。弟バカだよな。妹バカのあんたに言われたくないんだけど。そういや小町、大使のメールでお前が応援してくれたって喜んでたぞ。ああ、あんたと同じ高校だって気合い入れてるよ。そうか。いつまでも小さいと思ってたのに高校生なんだよな。何その娘を嫁に出す時の親父のようなの。そういう気分なんだよ。小町が高校に入ったら絶対男子に人気出るだろう。それが心配っつうかな。ああ、ケイカも可愛いからそのうち心配になるかも。ケイカは確かに心配だ。大使の心配もしろっての。まだまだだな。そういうの私に当ててから言いなよ。やべえ、当てちゃったよ。こんな。どうやら俺もそろそろ本気を出す時が来たようだな。雪合戦で私に勝とうなんて100年早いから。何それ、どういう自慢？あんたさ、大学行ったら何すんの？まだ決めてねえな。でもどうせなら楽しく頭使いたいよな。あんた結構向いてんじゃない？研究とかさ。
どうだろうな。お前は？私は弟たちの面倒も見たいし、就職有利なやつ考えないと。お前が全部支えることないんじゃないの？あいつらにだって見せ場取っといてやんねえと。そっか。そうだね。よっ。上等。試験終わったのかな。みたいだな。あれ、お兄ちゃん？おう、お兄さん。姉ちゃんも。おう、小町。大志、お疲れ。お兄ちゃん、迎えに来てくれたの？てか、何やってんのお兄ちゃんたち。姉貴たち雪まみれなんだけど。ヒッキー、小町ちゃん受かったんだって。おう、小町がメールしたのか。私まで嬉しくてユキナンと電話で長話しちゃったよ。っていうか、なんで教えてくれなかったの？いや、あったら言おうと思ってたんだが、まさか小町がメールしてるとは思わなかったんだな。ヒッキーからもメールとか電話とかくれればいいのに。いや、お前らがそんなに喜んでくれるとは思ってなかった。ありがとう。4月からは一緒の学校だね。そういえば大志くんも受かったんでしょ、さっきの弟くん。そうみたいだな。そっかそっか。ねえサキ何いきなり。大志くん合格おめでとう。ありがとう。ま、無事に終わってよかったな。うん。お兄ちゃん。おう、おかえり。どうした？小町大志くんに温泉誘われたんだよ。なんだと温泉だとどういうことだ？うちの可愛い妹にけしからん。違うって、大志くんのお母さんがね、商店街のくじ引きで温泉一泊旅行を当てたんだって。ほう。それでサキさんやケイカちゃんや小町とお兄ちゃんみんなで行ってこいって。そういうことか。そういうことなのですね。せっかくだし行こう、お兄ちゃん。そうだな。やったー。もしもし、大志くん、お兄ちゃんいいって。早速計画立てよう。お兄ちゃん、サキさんも楽しみにしてるって。そうか。そうだね。温泉だからだよ。温泉って大きいお風呂かな。何？お風呂、お家にあるやつ。
とは違うんだけど。お兄ちゃん、誘ってもらってよかったね。そうだな。おお、旅館ですね、お兄さん。結構立派そうな旅館じゃねえか。寂れた商店街の割に張り込んだな。特賞だったんだって、特賞。ちなみに金賞は台湾旅行だったみたいです。おお。今時は近場の海外の方が安いんだって。ここ結構有名な旅館っていうのが売りみたい。そんなの誘ってもらってよかったのか。家族で来た方がよかったんじゃないの。せっかくなら子供たちだけの方が楽しいだろうって。一応高校生が2人いれば安心だって。うちの親、引ヶ谷さんのお兄さんが受験勉強を見てくれたって言ったら、いい先輩持ってよかったなって言ってたっす。私のスカラシップの件でも相談に乗ってもらったって話もしてて。お兄ちゃん、いつになく信頼されてるね。いつになくは余計だ。本当にな。おい、やべえぞ川崎家。詐欺とか気をつけた方がいいぞ。そうする。そうだね。立ち話してんのもなんだし。だな。ようこそお待ちしてました。引ヶ谷様ですね。ああ、はい。ごめん。親があんたの名前で予約しちゃったみたいで。そうか。引ヶ谷様。まあまあ、可愛いお嬢さんですこと。あと、弟さんと妹さんですかしら。姉ちゃんのパパとママなの。妹でーす。弟っす。可愛いご家族をお迎えできて嬉しいこと。さあさあ、中へどうぞ。すぐにお部屋に案内しますね。ああ、お荷物をお持ちします。お兄さん、露天風呂気持ちいいっすね。だな。ケイちゃん、走ったら滑るよ。お兄ちゃん、そっち気持ちいい。お兄さんのおかげで受験を乗り切れたっす。そう、よかったな。はーちゃんずるい。てかもはーちゃんと一緒に入りたい。お前ターちゃんと呼ばれてんのか。その時々で違うかも。俺影薄いみたいで。ああ、確かに誰だお前ってなる時あるからな。お兄ちゃんが人のこと影薄いとか言ってる。引ヶ谷、大使いじめたら殴るよ。だいたいあんた人のこと。あ、ごめん。いえいえ、兄ならどんどん締めちゃってください。小町、咲さんみたいなしっかりしたお姉さんに兄の性根叩き直してほしいなって。いいの？お兄さん、閉めるって言われてますよ。それに咲さんすっごく綺麗でかっこいいし、小町憧れちゃうな。そん
ことないって。その小町ちゃんは可愛くていいと思う。いえ小町はさきさんみたいに色白じゃないし、肌綺麗でスベスベじゃないし、スタイルも出るとこ出てるデルモ体型じゃないので。いや、そんなことないから。お兄さん顔真っ赤っすよ。大丈夫っすか？のぼせました？ばっかお前、ちょっと黙れ。大使いじめたら閉めるから。